はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。高性能なポータブル電源いっぱい販売しているエコフローっていう会社があるんですけども、最近この会社なんちゃら2っていうような名称でいろんな機種の後継機をバンバン出してるんですね。で、最近リバーシリーズの後継機リバー2っていうのが出てきてるんですけど、そのリバーシリーズの最大容量リバー2プロっていうのが発売されるらしいので、いろいろ使ってみたいと思います。で、私偶然これの前の機種リバープロを持ってますので、2台並べて何が変わったのかも比較してみたいと思います。で、もちろんただ使ってみるだけじゃ面白くないので、いつも通り実用量や充電速度、電気の波形や EPS 機能とかもいろいろ試してみたいと思います。で、今回使ってみる機種や測定に使っている機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、興味がある方いらっしゃいましたら見てみてください。しかしこれ後継機と言いつつデザインも性能も別物レベルに進化しているようなので、これ使ってみるの楽しみですね。で、今回測定してみるのがこれエコフロー社製ポータブル電源リバー2プロっていうやつですね。で、スペックはと言いますと、容量が 768W 時、定格出力が 800W、 X ブースト使用時は 1000W、 最大瞬間出力は 1600W、 バッテリーの種類はリン酸鉄リチウムイオン、重放電サイクルは約3000回以上、これ容量 80% 以上の時ですね。で、ソーラー発電入力が 220W で、重量が 7.8kg っていう風になってます。細かい部分は後から前の機種と比較して見ていますかね。で、中身出すとこんな感じですね。まず入っていたのが AC のコードだけ、もちろん日本のコンセントに挿せる形になってます。それからシガーソケットから充電するためのコード、それから DC に接続するケーブル、それからありがとうのお手紙、そして最後に取扱説明書で、中身全て日本語で書かれてますので、これ迷うことなく使えるかと思います。で、もしかしたら取説全ページ気になるっていう方がいらっしゃるかもしれないので、ゆっくりめくっていきます。では早速本体見ていきましょう。まずは正面からですけども、真ん中に液晶ディスプレイがあって、で、左があと何時間使えるかの目安で、真ん中がバッテリーの残量、右上が入力電力、右下が出力電力っていう風になってます。で、画面の左の方に USB ゾーンがあって、 USB Type A 形状が3口、 Type C 形状が1口ついてます。で、右上の方に 12V のシガーソケットがついてます。で、下の方に行きますと AC のコンセントが4口ついてます。で、横見てみますと、特に何もないんですけど、上の方にファンの通風口が開いてます。で、次は裏側を見てみると、このちょっと奥まったところにコネクターがあって、左から AC ケーブル接続ポートで、右側がソーラー DC の入力ポートっていう風になってます。そして逆サイドの側面はさっきと同じで上にファンがあるだけです。で、上側なんですけども、物を置いてくれと言わんばかりの平らですね。で、後ろ側に頑丈な持ち手がついてますので、これしっかり持つことできますね。持ち手後ろ1箇所の方が邪魔にならなくていいですね。そして軽量化されているっていうだけあって結構軽いんで、こんな風に振り回しても全然平気ですね。
はい、じゃあ次はせっかくなんで新型と旧型比較してみたいと思います。でまずパッと一番違うのはこの天井面ですかね。旧型のやつは取っ手が上なので上に物を置くことできないんですけども、はい、2の新型の方は上が平らなんでですね、こんな風にパッと物を重ねておくことができます。個人的にはここの進歩かなりでかいっすね。で正面からなんですけども、はい、左旧型ですけども、画面と DC 出力、それから USB 出力は変わらなくて、新型の方はライトが削減されてる感じですかね。で正面からパッと見旧型の方がコンパクトに見えるんですけども、取っ手が出っ張ったようなデザインになってるので、これ取っ手を含めた全高だと新型も旧型もほとんど変わらないですね。それから一番違うのは、新型は正面側に AC の出力が出てます。で旧型は側面に AC の出力が配置されていて、こっちが3口で新しい方は4口に増えてます。個人的にはやっぱり正面に出力が全部集められていると使いやすくていいですね。で側面は基本的に通風口があってあんまりデザイン変わらないんですけども、新型の方が若干奥行きが長い感じですかね。で背面を見てみますと、はい、旧型は何もなくて、新型は入力ポートが後ろに集められています。ちなみに旧型の入力ポートは側面にありますね。はい、全体的な感想としては大きさとしてはそんなに変わらないんですけども、いろんなポートが移動していることで使い勝手は良くなってそうですね。強いて大きな違いを挙げるとすると、はい、旧型はですねエクストラバッテリーを追加することで容量を増強することができるっていうところですかね。ちなみに新旧のスペックをまとめて比較するとこんな感じなんですけども、はい、まずですね容量が若干約 7% アップしてるんですね。でそれからですね充電時間は 1.6 時間から70分ということで約 27% 高速化。それから重量なんですけども、はい、10キロが 7.8 キロに減ってるということで 22% 軽量化。それから寿命はですねリン酸鉄になってるので 3.8 倍の長寿命化というわけでですね、容量は増えて高速化もして寿命も長くなってるのに重量は軽くなってるっていう、これなかなかですね努力した設計になってるんですね。それからリバー3兄弟で比較した場合もですね、一番簡単に比較できるのはこの重量と容量のとこなんですけども、はい、100ワット時あたりの重量を計算すると、はい、リバー2は 1.36kg でマックスは 1.19kg で、プロを見てみますと、はい、1.01kg というわけで、この3兄弟の中でもプロが一番軽いっていうことになるんですね。これだけいろいろ機能が詰まってて 100W 時あたりが約 1kg ぐらいっていうのはかなり高性能な部類ですね。でこいつスマホに接続して状況確認や遠隔操作ができたりします。野外では直接スマホと接続しますけども、家にいる時とかは家の無線 LAN に接続して遠隔操作することもできます。で今事前に接続してるんですけど、この画面で接続する機器をタップします。で何が表示されてるのかと言いますと、あと何時間使えるかの残量、それから入力の状態、今何も充電されてないので下 0W になってます。で出力の方をタップすると、はい、これで何が何ワット使ってるかっていうのと、あとタップするとですね、ここで電源をオンオフすることもできます。で右上の設定ボタンを押すとかなりいろいろ設定できます。ここは充電スピード、充電電力を変更できる項目ですね。こいつ最大で 940W で充電できるっていう風になってるんですけども、その状態でドライヤーとか不意に使っちゃうとブレーカーが落ちる可能性もありますので、そういう時はちょっと低めの電力を設定してあげます。でここはシガーソケットから充電する時の電流の設定ですね。
車によっては意外に低い電流でヒューズ飛んだったりするので、ここ設定できるといいですね。それからここは AC 出力の周波数の切り替えで、個人的には重放電レベルの調整ができるっていうのが面白いですね。でここをクリックすると項目が出てくるんですけども、はい、下側が最低何%まで放電するかの設定で、上が最高何%まで充電するかっていう設定です。でバッテリーは満タン状態を維持するとへたるらしいので、ここで上限制限してあげると寿命が伸びるかもしれないです。で他にも画面が消えるまでの時間やスタンバイまでの時間とかなり細かくいろいろ設定できます。あと地味に便利なのが、ここの情報っていうところを押すとこいつのスペックを確認することができるので、何ワットまで使うことができるかとかすぐに確認できます。はい、スマホで遠隔操作できるっていうことはつないである機器も遠隔操作できるはずですね。というわけで電気スタンドを 100V に接続してスマホから電源をオンにしますと、はい、つきましたね。これで離れたところに置いた機器を遠隔でオンオフすることができるようになります。次は一体こいつ何がどれだけ動くのかやってみたいと思います。まずは USB ですね。ここにつながるだけ線をつないでみます。まずは USB Type-C をスマホに接続して、はい、充電できてますね。次は10インチくらいのタブレット、これも差し込みますと、はい、電気がついてちゃんと充電できてますね。次は自動首振り機能付き扇風機、はい、ここに接続すると、はい、LED が点灯して充電中になりましたね。次は卓上加湿器、これも USB を差し込みまして電源を入れますと、はい、ちゃんと動いてますね。 USB 関係は今この4台が同時に給電されてる感じなんですけども、この時の消費電力はと言いますと約 20W。 まだまだ全然余裕ですね。次は 12V 系ですけども、使ってみるのはこれポータブル冷蔵庫です。こいつマイナス20度まで冷やすことをできます。これを DC の差し込み口に差し込んで、はい、ちゃんと動いてますね。せっかくなんで最低温度のマイナス20度で運転します。では冷蔵庫を追加したら何ワットになったかと言いますと約 50W。 まだ余裕です。次は寒い季節に欲しくなる電気毛布です。これをのれん分けコネクター使って差し込みますと、はい、音はしないですけど電源入りました。ではこの状態で消費電力何ワットかと言いますと約 70W。 はい、次は 100V 系ですけども、使う機器はこれポータブルスポットクーラーの感激くんです。でコンプレッサー積んでる機器って結構動かせないポータブル電源多いんですけども、果たしてこれは動かせるかなと。では電源入れてみます。はい、だんだん音が盛り上がってきましたね。ちゃんと動いてるみたいです。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約 170W。 まだ余裕ありそうです。次につないでみるのが超小型セラミックファンヒーター。これちっちゃい割に結構電力食うんですよね。ではこいつを接続して中で運転します。はい、風が出てきましたね。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、増えてってますけど約 750W。 で次につないでみるのがこのカーボンヒーターで、これかなり省電力なモデルなんですけども 200W、400W 切り替えて使うことができます。ではこれを 200W にセットして、この時の消費電力はと言いますと、はい、ちょっとばらついてますけど約 1000W。 定格超えちゃってますけども、どうなるのかというと、はい、電源が落ちてしまいましたね。本体の表示も AC 分の電力がなくなってる感じです。でこんな時はこいつのスーパー機能、
X ブーストを使ってみます。設定方法はスマホでここのボタンを押してオンにするだけです。ではこの状態で再びカーボンヒーターの電源を入れますと、はい、今のところ問題なく動いているようですけども、この時の消費電力どうなってるかと言いますと、はい、さっきは 1000W 超えてどんどん上がってってたんですけども、900W くらいに落ち着くように内部で制御が入ってますね。結果として本来なら確実にオーバーして使えない電力の家電をつないでも電力、電圧もですけどを制御して使うことができるっていうことが分かりましたね。というわけでいろいろつないできたんですけども、まずポータブル冷蔵庫と電気毛布、それからポータブルスポットクーラー、それから中運転の超小型セラミックファンヒーター、そして 200W 駆動のカーボンヒーター、そして USB 機器が小型扇風機とタブレットとスマホと卓上加湿器。今これら全部の機器がこのポータブル電源1台で全て動かせていますね。こんなに同時に使うことそんなにないんですけども、これだけ同時に動かせれば何かあっても安心ですかね。次は騒音測定してみたいと思います。今ファンがフル回転している約 800W で動いてるんですけども、この状態で1メートル離れたところの騒音はと言いますと、はい、約44デシベル。騒音レベルとしては閑静な住宅街の昼または図書館と同じレベルって感じですね。かなり静かです。ちなみに何もない時の部屋の暗騒音は約39デシベルでした。はい、次はですね 100V から出ている電気の波形を測ってみたいと思います。で使うのはこれオシロスコープですね。で電気の波形は大きく分けると正弦波、疑似正弦波、区形波っていう3種類があって、正弦波っていうのが家庭用コンセントに来てるような綺麗な波で、疑似正弦波と区形波はなんとか正弦波に近づこうっていう風に頑張ってるような波形ですね。で正弦波はほぼ全ての電化製品使えるんですけど、疑似正弦波や区形波は結構使えない家電があったりします。特にコンプレッサー積んだ電動機なんかに区形波を入れるとぶっ壊れる可能性が高いので注意が必要です。はい、で今何してるのかと言いますと、これ専用に作成した端子台にプロボを接続して電気を取り出そうとしているところです。ちなみに 100V の波形の測定って危険なので自信のない人はやらない方がいいです。では早速 AC100V の電源を入れています。はい、波形が出てきましたね。でどうなってるのかと言いますと、間隔狭くて分かりにくいのでちょっと大きくします。はい、かなり大きくしたんですけども変なガタガタとかなくて綺麗な波形ですね。これだけ綺麗な波形が出ていれば大概のものは問題なく使うことできますね。で下の方に出ている60点ちょめちょめっていうのが周波数なので、今 60Hz が出力されてるって感じですね。はい、次は周波数の切り替え方法ですね。で先ほどのスマホのアプリから切り替えることできるんですけども、本体からも切り替えることできます。で今は 60Hz で駆動してます。で切り替え方法なんですけども、この AC ボタンを長押しするっていうだけですね。しばらく待っていると、はい、切り替わりましたかね。はい、表示も 50Hz ってなっていて、でオシロスコープの方を見ても、はい、ちゃんと 50Hz に切り替わってますね。はい、じゃあ次は AC100V のところから本当は何ボルトが出てるのか測ってみたいと思います。で使うのはこれちょっとごっついテスターです。これを挿して測ってみますと、はい、ほぼ 100V ぴったりというわけで日本のコンセントと同じ電圧ですので、ほとんどの機器は安心して使えるかと思います。
でこいつ無停電装置 EPS っていうのがついているので、その切り替え速度測定してみたいと思います。ちなみに無停電装置って何なのかと言いますと、普段は壁コンセントから電力を取っていて、停電した瞬間に内部の電源に切り替えて、停電してもそのまま使い続けることができるっていう機能ですね。で参考までに蛍光灯を取り付けて光らせておきます。はい、で今壁コンセントから給電されている形なんですけども、この状態でコンセントを抜きますと、はい、パッと見蛍光灯の方には変化なかったように見えますね。で今ポータブル電源から電気が給電されていて、オシロスコープの方にも変化が計測されているはずなんですけども、はい、真ん中の方にちょっとピヨっていうのが出てますね。じゃあちょっと拡大してみて、はいはい、波形がおかしくなってるところが見えてきましたね。ではこのおかしくなっているところの間隔を測定してみますと、はい、画面左下の一番上の項目デルタ X っていうところが切り替え速度になりますね。じゃあ何秒で切り替わってるのかと言いますと、19.2 ミリ秒で切り替わっています。で取説には30ミリ秒以下で切り替わるって書いてあるので、ちゃんとスペック通りの性能が出てますね。ただこれ多分人間じゃほとんど感じ取れることができないような秒数です。ちなみに復帰する時の秒数も測ってみたんですけども、デルタ X イコール 19.8 ミリ秒ってなってますので、先ほどとほぼ同じ速度で切り替わってますね。でこれ人間には気づかれないような速度で切り替わってますけども、電気機器って結構敏感なやつもいるので、気づいて反応する場合もありかと思います。はい、では次は DC12V 系の実用量がどれだけあるのか測定してみたいと思います。で使うのはこれ電力量計です。で電力を消費する機器は何かと言いますと、はい、ポータブル冷蔵庫です。では配線を接続して、今の測定状態はと言いますと、約 12.2V くらいで 35W 程度消費しています。では時間を置いて見ていくんですけども、経験上普通に冷蔵庫使ってるとめちゃくちゃ時間かかるので、蓋を開けっぱなしにして、さらに扇風機で冷気を追い出しながら実験します。はい、結構時間経ったんですけども、どうなってるのかと言いますと、冷蔵庫は停止して本体も 0% になってますね。で最終的に何ワット時伝えたのかと言いますと、667ワット時使えたってことになってます。あれスペックの768ワット時に足りないじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけれども、リチウムイオンバッテリーは完全に放電するとバッテリーを傷めてしまうので、ちょっと手前で止める安全機能がついてます。あと気温や個体差でも若干変化しますね。では実際何%伝えたのかと言いますと、計算すると、はい、87% 使えたってことになってます。で世の中80から 90% っていう製品が多いんで、87% はぼちぼちな数値かと思います。でこいつ仕様を見ると、バッテリーの接続方法が 12V じゃなくて 19.2V ってなってるので、この場合途中で一旦変換ロスが入りますので、いつもの 12V 測定より不利な条件にはなってしまいます。はい、では次は充電実験やってみたいと思います。で実はこいつ X ストリーム充電っていうめちゃくちゃ高速な充電機能を持ってます。では早速充電するんですけども、付属品の中には AC アダプターっていうのはついてません。
じゃあどうやって充電するのって言いますと、 AC コンセントのケーブルを直接本体に挿して 100V を入れて充電します。それでは電力量計を間に挟んでコンセントに差し込みますと、はい、入力電力がどんどん上がっていってます。じゃあちょっと早送りしていますかね。はい、だいたい 800W くらいで安定しましたかね。このまま時間を置いて見ていきたいと思います。はい、表示が 100% になって充電完了してますね。では 100% になった時の経過時間はと言いますと、はい、65分。ほぼ1時間の超高速充電ですね。80% までの充電であれば約46分で到達しています。ちなみに充電に使った電力量はと言いますと 0.98kW 時でした。ちなみに取説見ると USB-C からも 100W で充電できるっていう風になってますね。はい、次は AC100V の実用量測定してみたいと思います。で、測定に使うのはこれ 100V 用の電力量計です。電気を使う製品はこれ、さっきも使ったカーボンヒーターでは、こいつを 200W で稼働します。で、実際何ワット消費しているのかと言いますと、本体では約 187W で電力量計では 197W っていう風になってます。ではこのまま時間を置いて見ていきましょう。はい、3時間以上経過したんですけども、ヒーターが停止して表示も消えています。では最終的に何ワット時使えたのかと言いますと 0.64kW 時イコール 640W 時使えたってことになってます。で、12V からの変換効率を計算すると、はい、約 96% です。で、世の中80から 90% っていう製品が多いんで、96% っていうのはなかなかの数値かと思います。というわけでエコフローリバー2プロいろいろ見てきたんですけども、やっぱり非常に高機能でしたね。リン酸鉄を搭載して高寿命化&安全性を向上させたっていうのは当然すごいんですけども、三元系よりちょっと重いリン酸鉄を搭載しながら軽量化や容量アップ、それから充電速度も 27% 高速化っていう点もすごいですね。そして新型と旧型並べて比較してみるとかなり進化したっていうのが一目瞭然で分かりやすいですね。というわけで超長寿命だけど全部入りの高機能でコンパクトなポータブル電源が欲しい人、あと防災として何でもできる機種っていうのを1台置いておきたいっていう人にはぴったりかもしれないです。で、これ毎日充放電しても余裕で10年以上とか使えちゃうので、もちろん毎日キャンプに行っても全然余裕って感じですね。で、最新の価格情報やお得なキャンペーン情報っていうのが入りましたら下の概要欄でお知らせしたいと思いますので、ちょくちょく覗いてみてみてください。はい、これからもですねこの続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではゴッチチャンネル GT ワークでした。